今回はクロアチアについて結構聞かれることが多い、これをテーマにしていきます。クロアチアの言語ですね。まずは公用語は何なのか、そして英語は通じるのか、ついでにクロアチアに行った時に覚えておくといいよというフレーズもご紹介していきます。ではまずこちらから行きましょう。クロアチアの公用語ですが、こちらクロアチア語でございます。で、このクロアチア語なんですが、セルボクロアチア語と呼ばれるグループのスラブ系の言語で、セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スロベニア、あと、モンテネグロとかもですね、使われている言語になります。スラブ系の言語なので、英語とは激しく文法が違って、私今勉強中なんですが、めちゃくちゃハードル高いです。文字はローマ式アルファベットなので、大変ありがたいです。クロアチア語で、この文字がこの音っていうのが分かってたら、そのまま音出せば、読むことだけはできる。ありがたい。で、クロアチアの中にですね、方言がありまして、主なものが3つあります。で、3つが、シュトコビアン、カイカビアン、チャカビアンっていう3つになるんですけども、それぞれ、名前の由来がですね、日本語で言うと、なんてって聞くときの、そのなんての部分ですね。これをシュトって聞くか、カイって聞くか、チャって聞くか、それによって名前が変わるという、そういう言語になっています。違いもちろんいっぱいありますけどね。で、首都のザグレブのあたりで話されているのがカイカビアン。で、ダルマチアで話しているのがシュトコビアン。で、私は割とダルマチア入り浸りなので、シュトコビアンに一番馴染みがあります。ズブロブニクとかだと、シュトって聞く人ももちろん多いんですけど、シュタって聞く人もなぜかめっちゃ多いです。続いて、英語は通じるかなんですが、めっちゃ通じます。通じまくります。で、それも不思議はなくてですね、クロアチアの英語力なんですが、こちら2021のデータになりますが、世界で10位ということで、文法が激しく違う言語が第一言語、ネイティブラングエージなのに、こんなに英語できるってすごいことだなっていうふうに思っています。30代以下の人はですね、実際ほとんど全員が一通り生活できるレベル以上ですかね、の英語を使えます。で、年配の方になると、英語の代わりに自分が住んでる地域が昔ハプスブルク帝国系の支配者がいた地域か、イタリアのベネツィア共和国系の支配者がいた地域かによって、ドイツ語、イタリア語、どっちかが喋れる、または両方が喋れる人とかが結構いらっしゃいます。ヨーロッパいいですよね、言語。マルチリンガルに育ちやすくて。さて、そんな考えは置いといてですね、覚えておきたいクロアチア語表現見ていきましょう。覚えておきたいクロアチア語表現なんですが、まずはこちら、ワラ、ありがとうでございます。で、これももちろん、ワラっていう一言だけでも十分なんですけれども、丁寧にしたいなと思ったら、ワラバンってつけてあげてください。これ敬語になります。で、敬語なんですが、クロアチアだと、例えばお店の人とかですね、お店だと基本みんなワラバンの敬語の方を使っています。でも完全に友達とか、昔から知ってる人とかだと、ワラティという友達向けのありがとうに変わります。あとはですね、これどっち使っても大丈夫なんですけど、めっちゃありがとうって言いたいときは、ワラディエファーという風に言ってあげてください。そして、こちら、ドバルダンというのが、こんにちはでございます。でこのドバルダンのドバルの部分が、良いっていう言葉になりまして、これをいろんな言葉に活用させることができます。例えば、ドブルユートロ。ユートロが朝なんで、おはようございます。ベチェル。これ夕方、夜なので、ドブラベチェルで、こんばんは。あとはついでに、食欲と組み合わせて、ドバルテイク。これボナペティですね。レストランの中で料理が揃った時に、お店の人が言ってくれたりします。で、これに対してはドバルテイクって言われたら、ファーラーって返してあげてください。続いてこちら。ドビジュニア。バイバイ。さよなら。そういう意味です。で、これなんですが、ドビジュニアは別にどこで誰に対して使っても全く問題ない表現になりますが、ダルマチアだとアリオっていう表現もよく使います。で、今ですね、私めっちゃナチュラルにアリオって発音したんですけれども、これドブロブニクなまりみたいです。私つい1年前ぐらいに、アディオっていう他のダルマチアの人たちは言うんだっていうことを知ってめっちゃ衝撃を受けた記憶があります。私黙ってました。それからですね、それ以外としてチャオとかボークっていうのもよく使います。で、チャオもボークも両方とも出会い頭にも使っていいし、
立ち去り際にも使っていいので、覚えるのめんどくさかったらこれ一つでもいいんじゃないかなっていう気がします。で、ボークの方は、なぜかローカルの人たちは、ボークって一言だけ言うんじゃなくて、立ち去り際だと、アイデボークって言って去っていく人がめっちゃ多いです。アイデっていうのが、ほら、やるよとか、行くよとかそういうような、レッツゴーみたいな意味なので、それつけて、ほな、行くわみたいな感じで、アイデボークっていう風に言ってるみたいです。さて続いて、モリンバス。これも結構覚えとくと便利な表現でして、これすみませんとかお願いしますとかそんな意味なんですけど、人に声かけるときに、モリンバスっていう風に言うと、日本語で言う、あ、すいませんって声かけるのと全く同じ感じになるので、覚えとくと声だけはかけられる。あとはですね、何か欲しいものの後に、モリンとかモリンバスっていう風につけると、これくださいとか、これお願いしますの意味になります。なので、コーヒー、カフェラテくださいみたいな時に、カフェラテクロアチア語でビエラカバというので、ビエラカバ、モリンって言うとコーヒーくれます。あとはですね、バラに対してモリンって言われることも結構ありますが、これはどういたしましての意味で使っています。続いて、モジェ。これはですね、人に言われることが多いかなと思います。いいですよとかできますよっていう言葉で、どういう時言われるかっていうと、ウェイターさんとか店員さんとかになんかお願いすると、その時にモジェって言われます。例えば、会計お願いしますというのがラチュンモリンバスなんですが、これに対してラチュンモリンバスって声かけると、モジェって、いいよ、持ってきてあげるよ。そういう風に返事をしてくれる。こんな感じなので、街中でもその辺でも、とにかく文字はめっちゃ聞きます。続いてこちら、ウックスの美味しいでございます。めっちゃ美味しいって言いたいときは、頭にプレをくっつけて、プレウックスのにするとめっちゃ美味しいになります。それからですね、ドブロ、さっき出てきたドブロというのも良いっていう意味なんですが、美味しいの意味にも当然なるので、こちら使っていただいても大丈夫です。で、めっちゃドブロだよって言いたいときは、ヤコドブロという風に言ってみてください。ヤコというのが英語で言う very に当たるので、気軽にヤコってつけると結構いろんなものをヤコなんとかヤコなんとかってやることができます。続いて、これはですね、私がクロアチアに最初初めて行ったときにわからなくて、もうクロアチア語とか当然何も知らなかったので、これだけは先に調べといた方が良かったなと思った言葉になります。はい。何かというとこれ、入り口ですね。で、ウラズが入り口、イズラズっていうのが出口になりまして、これがわからなかったので、どこから入ったらいいか全然わからないケースが一番最初クロアチア行った時結構ありました。入り口がわからないみたいな。要塞とか行く時とかですね。はい。なので、これは覚えておくと便利です。ついでに、入っちゃダメの時もこれ出てくるので、合わせて覚えちゃいましょう。ザブラニエンウラズという風に書いてあったら立ち入り禁止です。ザブラニエノというのが禁止。ついでに、オパスノスっていうのが危険っていう意味なので、これも覚えておくといいですね。で、この2つに関しては、英語との語感の差が激しすぎて、文字見るだけだと、全く何の見当もつかないので、これは知っといた方がいいかなっていつも思います。なので皆さんも Z から始まったり O から始まったりして、最後にびっくりマークが2個ぐらいついているような看板があったら、それはこっち来ないでって言ってる看板なんだなっていうふうに思うと安全に旅をすることができるんじゃないかと思います。さて続いて、こちらは解説の必要いらないような気もするんですけれども、トイレでございます。レゼというふうに言います。で、会話の中にトイレが出てくるとき、大概トイレどこだと思うので、それも書いておきます。グディエイエというのが、where is っていう、英語で言うとそんな感じになるんで、グディエイエベゼっていう風に聞くとトイレどこって聞けます。東京トイレとか有料の時あるんですけども、で、その有料の値段ってわかりやすく書いてありますが、わかんない時はコリコポした。おいくらですかっていう風に聞いてあげましょう。さて、ということで、フレーズに関してはそんなに今回はたくさんではありませんでしたが、今回のこういうネタ、もうちょっとやってっていうのがあったら、ぜひコメント欄でもいいですし、東京クロアチアクラブの Facebook、Twitter、Instagram などなどでもコメントお待ちしてますので、そちらにお知らせください。それでは今日も見てくださってありがとうございました。バラ、ドビジェニア、アディオ